おはようございます。マイクのテスト中です。お待ちください。4月2日水曜日6時半になりましたので、ライブ配信を始めます。よろしくお願いします。朝6時半から不定期でライブ配信をしています。今はこちらの付近を差し子していまして、その様子をただただライブ配信しています。一緒に差し子をしながら、何か飲み物を飲みながら、また朝の時間ですので、ご支度中のながらみなどご活用いただければと思います。今糸を準備してます。お待ちください。おはようございます。よろしくお願いします。ですね、前回のライブ配信で糸がだいぶ短いところで終わっています。そうですね、隣も進めないので、一旦ここで裏で重ねて糸を切ろうと思います。はい、一旦糸を切りました。新しい糸に付け替えていきます。はい、さっきはこの手前で終わっているので、今度は反対側ですね、そちらに向かって差し子していこうと思います。猫様が鳴いております。ちょっと走り出しそうな勢いですけど、私の今左隣に来てくださいました。おはようございます。よろしくお願いします。どうするのかな。
はい。布団を上げたらこたつに入っていきましたので、レコさんはこのまま今日はこたつでお休みされると思います。私は淡々とこちらの刺し子を進めていきたいと思います。
はい、反対の外枠まで来ましたので、隣に移っていきます。差し越しながら最近の、収録動画の方の進捗を話そうと思います。とは言っても、この間になかなか進んでおらずという感じで、今は収録動画の方は桔梗朝の葉の差し子付近を制作していまして、5回目まで配信してます。そして、6回目の方が収録は取れていまして、それの編集中です。それで今やってるところが、話したところの文字起こしはされているのですが、話したタイミングと話し始めるのと文字が出るタイミングを合わせるっていう作業ですね。私の YouTube の中では編集で一番時間がかかるのがそこなんですよね。なので、それが今途中になっていますので、今日は今時間が取れましたらそこを進めていきたいなと思っています。私の YouTube は基本、例えば角度が変わったりとかはしないので、一点固定したところからの角度で長回しをするっていう感じなので、動画自体の編集っていうのはないっていうのは、なんかつなぎ合わせるとかですね。切り取るっていうところはあるんですけど、別の動画をつなぎ合わせるとかそういうのはないので、動画自体の編集はね、楽なんですけれども、そのタイミングを合わせるところですね。あそこはね、なんとかちょっとしっかり整えたいなと思っています。多分そのあたりが、文字修正もそうなんですけど、タイミングをしっかり合わせることで、読みやすさとか、あとは他の言語に翻訳された時になるべくおかしくないようにとは思っているので、それがどれくらいの方が見てくださってるかっていうところは、もちろん日本語で聞いてくださる方が、読んでくださる方が圧倒的ですけれども、なんかね、長い目で見た時に翻訳されて、それがどなたかの目に留まった時にっていうのは、いつ何時そういう縁につながるかわかんないなって思うので、
できるだけその時に正確性が上がってるといいなと思いながら作業を進めています。それとあとはこれは収録動画とは関係ないですけれども、前回のライブ配信が一応1周年記念ということで、この1年を振り返るような話をしました。3月31日のライブ配信ですね。なのでたまたまねフラッと見てくださった方や、あと最近見始めてっていう方なんかは、その1周年記念のライブ配信を見ていただくと、このライブ配信がどういう感じでやっているのかっていうのが分かっていただけるのではないかなと思ったりします。サムネイルをいつもと違う雰囲気にしてるのも影響しているのかもしれないんですけれども、見てくださっている方がいつもよりアーカイブの方でですね、見てくださっている方がいつもより多いなと思ったので、そのあたりでねご縁がつながったらいいなと思っています。今日はですね、私ちょっと疲れているので話しててあんまり口が回らないというか、今頭があんまり回ってない感じで喋っていますおはようございます。よろしくお願いします。なのでそのライブ配信の1周年記念っていうのをやったって言ったんですけど、毎年ああいう感じで1年のまとめ的な話が3月末にできたらいいなと思いました。なので次は来年の3月30だったり31だったり、そこで、例えば2周年記念ライブとか3周年とか、そういうのをやれたらいいなとぼんやり考えています。はい、コメントありがとうございます。あまり今頭が回ってなくてですね喋りたいなと思うことあるんですけれども、ちょっと今考えながら喋ってるっていう感じです。反応くださりありがとうございます。それでその、1周年記念2周年記念とかああいうふうにできたらいいなって思っていて、ライブ配信だとなんかそういう区切りが言いやすいんですよね。確かに2024年正確に言えば3月30から始めて、本当にそこから今と変わらず、ほとんど変わらないペースで続けられているんですよね。でこれがライブ配信だとそういう風になんか区切りがいいっていうか、この日からスタートしてずっと続けてんだなっていうのが見えやすいんですけど、収録動画の方だとなんかぬるっと始めたっていうか、本当にこれがずっとそれなりに続く、それも一定数の方が見ていただける中において、続けていけるかっていうのが、収録動画の投稿を本当に始めた時っていうのは全く未知数で、
ね、一人見るか見ないかどうなんだろうみたいな感じで、登録者数も数名みたいな感じのとこから始まってるから、なんかこの日から用意ドンで始めて、そこからずっと定期的にやってるっていう感じじゃないんですよね、収録動画の方は。なんか3月に2020年違う22年かの3月、それも正確な日にちも覚えてないんですけど、その時にまだその時は声が入ってないんですよね。声が入ってなくて、字幕だけのものを配信してるんですよね、最初はね。でその後にそれをね2本くらい、これ私のおぼろげな記憶をただ喋ってるだけなんですけど、3月に2本くらい投稿して、それで定期的に投稿するのって、その後に期間が空いて5月、その年の5月から、なんとかそっからは定期的に配信してるかなっていう感じなので、なんかこの日からスタートしましたみたいな感じではっきり言い難いものがあるですよね。なのでその収録動画の方でなんか1年経ちましたみたいな、1年というか何年経ちましたっていうのもなんかあんまり言い難いものがあるので、それだったらライブ配信だったらもう明確、この日から始めてもうずっと同じペースで続けてるってそれは言えるので、だからその何周年記念日はライブ配信の時に言って、なのでもうなんかすでに来年のことを家庭想定して言ってるんですけど、2周年の時もまたこの1年振り返ってとかね、でついでに収録動画の方のことも2周年の時っていうか、これからはねライブ配信のことプラス収録動画の方のことも話していくのにはいいタイミングかななんて思っています。そうすると改めてそこの近い時期にこの YouTube を見てくださった方がその2周年記念3周年記念っていうライブ配信の動画を見てくださると、まとめて通してこの1年の経過がわかるみたいな感じになるから、そういうふうにしようかなと、なんかぼんやり考えています。そこまでね、2周年記念3周年記念っていうふうにやれるくらい、私はできれば定期的にこの YouTube が配信できたらいいなとは思っています。はい、反対の外枠まで行きましたので、隣に移っていきます。あとは、この先の見通しっていうところで今頭にぼんやり思っていることをお話しさせていただくと、収録動画の方の話なんですけど、さっき桔梗朝の葉の、編集中だという話をしましたが、ちょっと待ってくださいね。ここね、今ね、話しながら糸が絡まってしまったなって思ったので、これをね、外したら話しますね。今、手元に集中しています。
糸のね絡まりが取れましたので、続きを話していこうかなと思います。ぼんやり思っているのは、多分桔梗朝の葉の方の配信は次が6回目で、7回目か8回目で完成しましたまでいけると思うんですよね。なのでそこまでいったら桔梗朝の葉の方が一段落する。じゃあその次はどうするのっていうところで、今思いついたのは、また無印良品の付近に差し子しようかなっていうのを今ぼんやりと思っています。というのも、ショート動画の方で私無印良品の付近に差し子してる動画を、ショート動画の方もそうですけど、普通の収録動画の方でも1年くらい前に投稿してるんですよね。何枚か無印良品の付近に差し越して、でそれが特にショート動画の方は未だに一定数見てくださる方いるんだなっていうのが、多分無印良品で検索したら引っかかんのかなって思ったりもするんですけど、それはね気づいていたんですけど、だからじゃあ久しぶりに無印良品やろうかなってもともと思ってた上に、これねもう終わっちゃったんですけど、最近無印良品週間の 10% オフ、私も何か買いましたね。あのコロコロのコロコロのシートか、あれの、うちほら猫様がいるから、中くらいの大きさのやつだ。一番大きいのではなくて、一方私持ってないんですけど、本当に携帯用のもあるんですよね。でもそれじゃなくて真ん中ぐらいの大きさのやつ、あれが手頃で便利なので、買いに行ったんですけど、その詰め替えをそれはいいんですけど、それを行った時にやっぱり無印良品の付近を画面に入って、何枚か残ってたけどまた買ったんですよね。12枚入りのやつあって、いくらだったかな、400いくらだったかな、すいません定かではないんですけど、それも買ったので、次久しぶりに無印良品の付近にまたやってみようかなって。これはただぼんやり思ってるっていうだけなので、本当に実際に無印良品の付近にまたやるかは、結果はどうなるか分かんないです。ただ今頭の中で、久しぶりにやってもいいかなみたいなふうに思ってるっていうだけです。それを今少し話してみました。はい、ということを話していたら7時にもなりましたね。じゃあ隣に移るところまでやりますね。コメントありがとうございます。
差し越しながらということで、はい、ありがとうございます。では隣に移りまして、あと1列いけますので、それは次回のライブ配信に続きをやっていこうかなと思います。全体的に見ていただきますと、このような感じでございます。表から見ていただいたところ、はい、ひっくり返します。裏から見ていただきますと、このような感じになっております。はい、そうですね。だいぶ確率はいい感じなんじゃないかな。確率ってどういうことっていうのは、私がいつも気にしている模様がね、いかに浮かび上がってくるかっていうことを考えた時に、できるだけ縦のラインと横のラインの接点ですよね。ここがつながるといいなっていうふうには思っていて、いかにその確率を上げられるかみたいなことをね、常に考えながら差し越しています。で、完璧に全部が全部閉じるっていうのはなかなか難しくて、なのでいかに確率を上げられるかってところを考えてるんですけれども、まあいいんじゃないかな、これくらいだったらみたいな感じでしょうか。はい。もちろんね、回数を重ねることでなんとなくコツをつかみ、今後もね確率上げられたらいいなと思いながら続けています。刺してはね、じっくり針じゃないか、針目、この浮かび上がるね模様線を見て、また刺しては模様線を見て、浮かび上がってくるとこ見ながら、もうとにかくね練習あるのみと思いながら続けています。はい、そしたらですね、シール貼って終わりにしますね。あ、そうだ、4月入りましたね。これは困った。私すっかり忘れてましたね。何かっていうと、あれ書いてない書いてない。ここがね、全然もう今の今までスカーッと頭抜けてましたね。だからここで言ったらこういう感じですよね。これ私テプラでタイトルだけ作ろうって思ってた。作ろうって思ってたら忘れました今日やりますね。やっぱ私ねちょっとね疲れてますね今日、でも今日は私ちょっとお休みできるので、今日休みますはい。雨も私全国的かわかんないですけど、雨なのでね、今日出かけなきゃみたいなことはないので、今日はねお休みの日にできるので休みます。なので休む中でテプラで今まだ何もタイトルないのに、今日2日なのでシールだけ貼っときました。多分ここいつものパターンだと、一番左が収録動画を配信した日に丸をつけるゾーンがありまして、ここの隣2番目がライブ配信したら丸つけてシール貼っていくっていう。これ紫じゃないのがいいなあったのにいろいろあれですね。ちゃんと準備は私今日できてないですね。季節じゃないや、月の変わり目で。というのも私この2月はこの色で3月はこの色でって月の変わりで変えたんですよ。だからそれだったら4月も変えたいなと思ったので、4月緑にしますかね。今度緑にしようかな。クローバーも緑の色なので貼ったんですけど、
後で緑のシール出したら、これ緑に貼り直します。それで緑で埋めていって、テプラでタイトル振りまして、それはね、明日もライブ配信予定ですので、今日の私の宿題にさせていただきます。はい。なのでシールもあと貼り直しておきます。もしかしたらですね、マイクどこまで音拾ってるかわからないんですけど、今私住んでるところでサイレンがすごいのでもしサイレンの音聞こえましたら、この私のところです。すごい近づいてきてますが、そろそろ終わりにしようかなと思います。今日もライブ配信をご視聴くださりありがとうございます。こちらのライブ配信の動画はこのまま公開状態にしておきます。アーカイブの方でもご視聴くださりありがとうございます。はい。では今日は、この辺で失礼させていただきます。ありがとうございました。